今回は1992年にフットワークチームで大活躍したミケーレ・アルボレートのドライビングを分析したいと思います。この年のフットワークチームは鈴木亜久里選手とアルボレート選手という2人のドライバーの組み合わせでしたが、鈴木亜久里選手は全然活躍できなくて、アルボレート選手は何度もポイントを獲得しましたし、1年を通じて速さを見せました。なぜ2人にそんな差がついたのか、アルボレート選手がどんなドライビングをしてたのかというのを見たいと思います。まず、この年のチームの成績です。92年コンストラクターズランキング7位、6ポイント。アルボレートは5位2回、6位2回。7位完走も6回あり安定した成績。アグリは無得点、7位1回。どうして成績に大差がついたということなんですが、FA13 の問題点。無限エンジンが160キロ超と重く、事前にチームは重量を知らされなかったため、リアヘビーな重量配分となった。車速や車高の変化によって空力中心、ピッチングセンターが激しく移動するというエアロの可動特性問題を抱えていたわけですけども、まずこの年のマシン FA13 は無限ホンダエンジンなんですけども、マシンをデザインしている時にいつまで経ってもエンジンの重量を教えてもらえなかったらしいんですね。これぐらいだろうと思ってシャーシを作ってみたら、予想よりはるかにエンジンが重くてリアヘビーな重量配分になってしまったと。で、さらに空力が非常に不安定な車で、要するにダウンフォースの中心点ですよね。それが激しく変化する車だという2つの問題を抱えていたわけですね。まあこれ読むだけでもめちゃくちゃ運転しにくい車だなってわかりますよね。これに関して鈴木亜久里選手はこう言ってます。フロントが入らないのに高速ではリアが抜けそうになる。まあアンダーステアなのにスピードが上がると後ろのダウンフォースが抜けちゃうってことでしょうね。この難しいマシンに対しアルボレートは理想的なセットアップを追求するのではなく、癖を受け入れてドライビングとセットアップをアジャストさせる手法を取った。アルボレート選手は、セッティングによってこのマシンが持つ悪い癖をどうにか消そうとしたんじゃなくて、癖はしょうがないのでそのままにしてドライビングとセットアップでアジャストするってことですけど、理屈はわかりますけど普通はそんなことできないですよね。じゃあ彼はどんなセッティングをしてどんなドライビングをしてたかというのを見たいと思います。で、1番、不安定な空力バランスへの対処。アルボレートはフロントウィングを立てすぎずリアの安定性を優先するセットアップ。ブレーキング時や低速域でのピッチングによる空力変化で床下のグラウンドエフェクトが破綻しないよう安定した車高を重視。この1番目は空力のセッティングに関してなんですけども、アンダーステアが強いからといってフロントウィングに依存しないんですね。結局ウィングに強く頼っちゃうと余計に車がピッチングした時にダウンフォースが強まったり弱くなったりしますよね。なんでアルボレート選手としてはフロアが発生するダウンフォース、要するにグラウンドエフェクトを重視してその車高が変化しないように、とにかく速度域関係なくグラウンドエフェクトが安定して発生するように空力に関してはそこを重視したっていうことですね。で、2番シャーシセッティング。フロント、低速でノーズを入れるためにフロントのキャンバー変化や等を微調整。リア、高速でのオーバーステアを極力抑えるため、リアサスペンションをややソフトにし、加速時のデフの効きを強めにしてリアのトラクションと直進安定性を確保した。まずフロントなんですけども、低速でノーズを入れる、要するにちゃんと曲がるようにってことですよね。キャンバー変化や等を微調整。おそらくここで言ってるのはフロントのアライメントに関しては低速での旋回を重視したセッティングにしたっていうことですよね。次にリア、後ろ側は高速でオーバーステアが出たら危ないし、ラップタイムも安定しなくなっちゃうでしょうから、そこは車の挙動を抑えるためにリアサスペンションはややソフトにした。これおそらくスタビライザーも弱くしたって意味だと思うんですけど、で、加速時のことを考えてデフは強く効かせたって言ってますね。それでトラクションと直進安定性を確保したと。なので簡単に言うとフロント側のアライメントは低速での旋回を意識したものになって
っていて、リアサスペンション周りは高速のコーナーリングでの安定性と加速した時のトラクションを重視しているっていうことですね。なんですけど、ただこれ単純に推測すると、フロントは低速で曲がりやすくしてやるから曲がれるとしても、後ろは踏ん張るようなセッティングにしちゃってますから、これただ単に低速でハンドル切っても、後ろが踏ん張りすぎちゃって、曲がりづらいはずですよね。しかもデフも効かせてますから。これをドライビングでどうにかしたわけなんですけども、じゃあどうしたのかっていうと、3番曲がるためのブレーキング。低速アンダーが強いマシンに対し、コーナー進入時にクリッピングポイント手前まで優しくブレーキを残し、フロントに荷重をかけ続けて、強引にノーズを入れる走り、トレイルブレーキングを徹底した。低速で曲がりづらいので、ブレーキングを残して前荷重を強く残したと。しっかりフロントを食いつかせてノーズを入れたと。で、さっき紹介したように、フロントは旋回重視のアライメントになってますから、前に荷重がかかってれば、しっかりフロントは入っていくんでしょうね。で、うまい具合にリアが滑ってくれるっていうことなんでしょう。で、次に高速コーナーでのドライビングなんですけど、4、リアタイヤを加熱させないミリ単位のアクセル操作。FA13 の最大の問題点の一つは、高速コーナーでリアがブレーキしやすい、リアタイヤの表面温度が上がりすぎて垂れてしまう。アルボレートはリアタイヤを滑らせずに、トラクションをかけることに長けていた。アルボレートは高速コーナーでリアが滑りにくいようなセッティングにはしてましたけども、基本的に車の特性として、やっぱり後ろは滑りやすいわけなので、彼は高速コーナーでのアクセル操作が非常に繊細なんですね。ミリ単位で操作をする。それによってリアタイヤを発熱させない。つまり瞬間的な速さじゃなくて、リアが滑りやすいマシンであっても、リアタイヤのグリップをちゃんと決勝レース中にずっと保ち続ける。タイヤを傷めないで走り続けるってことができたんですね。アルボレートのドライビングに関してデザイナーのアラン・ジェンキンスさんはこう言ってます。アルボレートはこのシャーシで変えられない限界を瞬時に見抜き、ある程度のセッティングが決まったら、あとは自分のドライビング側でマシンのアジャストを行った。データ解析やエンジニアへのフィードバックは極めて的確で、どこまでがマシン側のセッティングで直せる部分で、どこからがドライバーが我慢、操作すべき部分かの線引きを明確に示してくれたため、エンジニア側も無駄なセットアップの迷走を避けられた。いやー、本当に素晴らしいドライバーですね。車の癖を見抜いて、その車の癖がセッティングによって変わる部分なのかと変わらない部分なのか。で、変わらない部分ならもうそこは割り切ってドライビングでカバーするしかないっていう判断をさっさとしてくれるんですね。で、おまけにデータ解析やフィードバックも極めて的確。ドライビングでいろいろカバーしてくれるんだけど、決してアナログな人間じゃなくて、ちゃんとデータも見れるし、フィードバックもそれに一致してるってことですよね。っていうことは、これまでの動画で散々紹介してきたように、本当にトップドライバーのレベルですよね、アルボレートさんは。セナとかシューマッハに匹敵するレベル。もちろんこの時、アルボレートさんはもう36歳ぐらいなので、彼らと同じ速さでは走れないかもしれないですけども、ドライバーの能力としては本当にトップクラスですね。で、アルボレートさんがそうやってきちんとデータの分析であるとか、車をいじってももう変わらない部分であるとか、そういうのをはっきりしてくれたので、セットアップの迷走も避けられた。チームにとって本当にありがたいドライバーだと思います。私はこう思いますね。かつてチャンピオン争いをした腕は伊達じゃなかった。で、多くのエンジニアがこう言ってるそうです。彼は難しいことを簡単に見せる。ほとんど超自然的なほど滑らかなドライバーだった。ですけど、私が思うに、後年、逆にそれがスポンサー受けしなかったのかなと思いますね。先ほども言ったように、能力的にはまだまだこの時素晴らしいものがありましたけど、やっぱりトップチームから呼ばれないっていうのは、年齢もあるし、職人すぎちゃってスポンサー受けが悪い、ファン受けが悪いのかなと思います。非常にもったいないですね。アルボレートさんはもう2001年に亡くなってますので、亡くなってしまったのはもう本当にずっと前の話なんですけども、アルボレートさん本人のインタビューを改めて今聞きたかったなと思います。どんなドライビングをしてたのかっていうのを本人から直接聞きたかったなと思います。92年フットワークチームでアルボレートさんがなんであんなに速くて、しかも車を壊さない。
16戦中14戦完走してますから、恐ろしい完走率ですよね。それは彼のマシンの扱いがとても丁寧で、しかも無駄のないセットアップをしていたからというのが間違いないと思います。はい、今回の動画はここまでです。